本日は、流星の嵐さんの500円の定額ポケカ折り高い風です。ちなみに、当たりとか中身も、ほぼ忘れました。確か、帽子リリエとかマリーとかソニアとか、そこらの女の子に釣られて何度も買ってるのですが、これまで動画にしていませんでした。なぜかというと、引き弱チャンネルであっても喋ることが、皆無な内容でして、500円売りパ3回、最後に1200円売りパ1回分、まとめて、トレ階段に使わせていただきます。今回は、小学校の頃にこっくりさんで遊んでいたせいで、本当に死んでいたかもしれないという体験をお話しします。トレカ開封をしながら、昔の実体験階段を語る。名付けて、トレ階段開幕です。こっくりさんって知ってますよね。0から9までの数字と、あいうえおの5中音を書いて、その上に、鳥居、左右に、はい、いいえを書いて、鳥居に置いた10円玉に、複数人で人差し指を置いて、霊を呼び出す遊びね。詳細な説明ありがとうございます。とにもかくにも、そのこっくりさん、私が、小学校の頃、すごい流行ってまして。一時期、学校で禁止になりましたが、エンジェルさんって呼び替えて、こっちは、禁止じゃないよ、なんてへりくつ言って遊ぶほど流行ってました。流行ってたってどれくらい？おそらく全国区で流行ってたと思いますよ。私は、友達2から3人と、年中やってました。どんな質問でも、答えが返ってくるのが面白かったんですよね。で、年中遊んでたので、慣れたものだったのですが、とある日の放課後、友達と私含めて4人で、机を囲むように遊んでいたこっくりさんは、何かいつもと違う雰囲気でした。質問を投げかけた時に、10円玉が、いつもより乱暴な感じで動いたり、質問にもすぐに答えてくれなかったり、回答が雑だったりと。それで、なんだかつまんないなと思い、今日は、終わりにしようと、いつものように、お帰りくださいと、お決まりの言葉を投げかけると、10円玉は、いいえで止まりました。もう一度、お帰りくださいと言いましたが、いいえ、何度も何度もぐるぐると回ります。友達たち含め、ちょっと、ざわっとしました。みんなで、お帰りくださいと言いましたが、いいえ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 、と回り続けます。友達の、一人、A が、もういいよ、帰ろうぜ、と言い、10円玉から手を離して立ち上がろうとしましたが、ぐいっと体ごと引っ張られたようにつんのめりました。もう一人の友達 B が、ダメだ、ちゃんと終わらせないと。と、半ば悲鳴のように言いました。さらに、もう一人の C が、そうだ、ちゃんと手順通りじゃないと、呪われるって。A は驚きながら、いや、待てって、俺はお守り持ってるから平気だと。突然、思いつきのように言って、パッと手を離してしまいました。が、それに10円玉が反応したかのように、はいと動きました。すると、B と C がホッとしたように、あ、俺も持ってる、俺も、と言って、次々に、10円玉から手を離しました。私は、ここまで呆然としていましたが、慌てました。一人残された上に、ちょっと待って、私今日、お守り持ってないよ。これじゃ、私だけ、と、言うと、10円玉は、そのまま、はい、と回り出しました。友達たちは、持っていたお守りを握りしめて、それを享受していました。私は、私だって、家に行けば、お守りあるよ。と言って、半ば強引に、立ち上がりながら、10円玉から手を離してしまいました。すると、今までは静かだった教室に、窓からゴッと風が吹き、こっくりさんの髪を吹き飛ばしました。それを合図に、うわー。と、みんな、声を上げて、教室から逃げ出したんです。帰り道、あんなの嘘だ。思い込みで、自分で10円玉を動かしてだけだし、そうだよ。テレビでも、自己催眠とか集団心理だとか、いろいろ言ってたし、と自分に言い聞かせて、忘れることにしました。その日の夜です。この頃は、妹と2段ベッドで、自分は上で寝ていたのですが、夜中、突然、母親の叫びと、腕を握られ、頬を何度も叩かれて目を覚ましました。何やってるの？そんなことしてたら死ぬわよ。と言われましたが、何を言ってるのかさっぱりわかりません。返事をしようとしましたが、声が出ません。そして、今、息を吸い始めたかのように、肺に空気が入り、激しく咳き込みました。喉が痛くて、うまく息が吸えません。なんなの？何？と息を切らせながら母親に聞きます。すると、母親が私の腕をまた握ったまま、こう言いました。夜中、トイレに起きると、私たちが寝てる方向から、
うめき声が聞こえ、なんだとベッドに近づくと、私が寝ながら、自分の両手で、自身の首を絞めて苦しんでいたそうです。それで、手を首から引き剥がして、頬を叩いて、叩き起こしたと。そんなことを聞いても、にわかに信じられません。嘘、でしょと聞き返しましたが、母親は、腕を掴んだまま、こっち来いと。洗面所の前まで私を引っ張っていきました。そして、そこにあった鏡で自分を見ろと言われ、ぎょっとしました。自分の首元に、例の形の青あざができています。恐る恐る、自分の両手を首元に当てると、あざは、自分の両手とぴったりで。そこで、やっと母親の言っていたことをすべて信じました。そして、これは、放課後のこっくりさんが関係してるかも、と、母親に泣きながら伝えると、呆れながら、朝になってから、近所のお寺に私を連れて行きました。話を聞いてくれた住職は、私は、お祓いとかそういうのはわからないけど、毎朝あげている、お経を聞いていきなさいと本堂に入れてくれ。お経を聞かせてもらいました。それが効いたのかどうかはわかりませんが、それ以降は何も起きず、私は、その後、こっくりさんをやることも、関わることも、馬鹿にすることもなく、今に至っています。お母さんが気づいてくれなかったら、どうなってたのかしら。首に、くっきりあざが出るくらい、自分の首を絞めてましたし、それでも自分は寝ていたみたいに気づいてなかったので、多分、仮によく言われてるように自己催眠や思い込みだったとしても、こんな風に寝てる間に自分を殺そうとするものなのでしょうか。何にしても、とても怖いわね。さて今回はここまでです。オリパの中身も結構怖かったと思いますが、どうでしょうか。でも、最後の1200円のやつは、まあまあ、まともね。ですね。でも、500円のは二度と引きたくないです。ではでは、引き弱すぎて、語ることがなさすぎるときは、また、どれ階段で、お会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はぐれメタクロスチャンネルでした。